2025年12月、大阪のある住宅街に静かな夜が訪れていた。病室の白い天井、点滴の管、かすかに鳴り続ける心拍モニターの音。その音がゆっくりと止まった。担当医が時計を確認し、静かに告げた。午後11時42分。ご臨終です。その瞬間、部屋の空気が変わった。妻は夫の手を強く握りしめた。冷たくなっていく。その手を、長男は天井を見上げ、唇を噛んだ。次男と娘は声を出すことができず、ただ立ち尽くしていた。父親の名は、田中義雄。享年71歳。穏やかな人だった。怒鳴ることもなく、いつも家族の後ろで静かに笑っていた人だった。死という現実は、あまりにも唐突に訪れる。昨日まで話していた声が、今はもうない。昨日まで温かかった手が、今は冷たくなっている。家族4人は、その事実をまだ受け入れられないまま、夜を過ごした。翌朝、葬儀の準備が始まった。喪服を探し、連絡先に電話をかけ、慌ただしく動き続けることで、悲しみを押し込めるしかなかった。そして、父が息を引き取ってから、ちょうど18時間が経過した時、家族4人の体に、同時に、ある感覚が走った。誰も説明できない。医療機器にも映らない。カメラにも記録されない。それでも、全員が確かに感じた。あのぬくもりを。その話をする前に、まず知っておいてほしいことがある。あの日、なぜ義雄さんは突然倒れたのか。事故の前日、彼は家族に何を伝えようとしていたのか。大阪の住宅街に、田中義雄という男が暮らしていた。62歳、定年退職を迎えたばかりの、どこにでもいる普通の父親だった。朝は必ず6時に起きた。妻のために味噌汁を作り、子供たちが帰省するたびに、玄関先で笑顔で迎えた。特別なことは何もない。ただ、家族のそばにいることを、何より大切にした人だった。長男の翔太は言う。父は口下手でした。愛してるとか、ありがとうとか、そういう言葉は一度も言わなかった。でも、いつも側にいてくれた。と、その義雄さんが、倒れたのは2025年12月のことだった。前日の夜、彼は珍しく家族全員をリビングに集めた。何かを話そうとしていた。口を開きかけて、また閉じた。結局、その夜は何も語らないまま、床に着いた。翌朝、台所で倒れているのを妻が発見した。脳出血だった。救急車が到着した時、すでに意識はなかった。そのまま病院に搬送され、緊急手術が行われた。医師たちは全力を尽くした。しかし、義雄さんの体はもう限界を超えていた。手術室の外で、家族4人は息を飲んで待ち続けた。誰も言葉を発せなかった。ただ、廊下の冷たい椅子に座って、祈るしかなかった。そして、手術から数時間後、医師が静かに頭を下げた。あの瞬間、家族の時間が止まった。義雄さんが前夜、何を伝えようとしていたのか、その答えは、誰も知らないままだった。いや、まだ、知らなかった。義雄さんが言った。その事実が、空気のように部屋中に広がっていった。家族4人は、誰も泣かなかった。いや、泣けなかった。涙より先に、深い静寂が来た。義雄さんの体は、もうそこにあった。しかし、何かが、違った。医師たちは言う。死とは、心臓が止まる瞬間だと、脳の活動が消える瞬間だと、測定できるものだけが、現実だと。しかし、あの夜、病室の中で起きたことは、数字では説明がつかなかった。義雄さんの体温が、ゆっくりと下がり始めた時、モニターの波形が、静かに平らになった時、看護師の一人が、ふと手を止めた。理由は、わからなかった。ただ、部屋の空気が、一瞬だけ、暖かくなった気がした。彼女はそれを、誰にも言わなかった。記録にも残さなかった。医療の世界では、感覚は証拠にならない。だが、人間の体は、時として、危機よりも先に何かを感じ取る。その夜、病室の CCTV には、何も映っていなかった。異常な数値も、記録されていなかった。すべては、静かだった。あまりにも、静かすぎた。義雄さんの魂が、その体を離れたとすれば、それはどんな感覚だったのだろう。痛みだったのか、安らぎだったのか、あるいは、まだ伝えられていない言葉を、胸に抱えたままだったのか。家族は知らない。医師も知らない。でも、
何かが、その場所に残っていた。目には見えない。測ることもできない。しかし確かに、そこにあった。それが何なのかは、まだ誰にも、わからなかった。やがて夜が明けて、葬儀の準備が始まる。しかしその18時間後、家族4人が同時に感じたものは、暗いトンネルの先に、一筋の光が見えるような、あの感覚に、似ていた。暗いトンネルの中を、歩いている。そんな感覚を、誰もが一度は想像したことがあるだろう。出口が見えない。光も届かない。ただ、足だけが前へ進む。死という体験は、もしかしたら、そういうものかもしれない。だが、トンネルには必ず、先がある。古来より、臨死体験を語る人々の言葉には、共通するものがある。暗闇の中に現れる。一筋の光。その光に向かって、引き寄せられるような感覚。そして光の中に、先に行った人の姿が見える。という証言。偶然とは言えない数の人間が、同じ光景を語ってきた。それは脳の誤作動なのか、それとも、本当に存在する何かなのか。科学はまだ、答えを持っていない。大阪の家族が感じたぬくもりは、まさにその光に似ていた。父が言って、18時間が経っていた。家族4人は、それぞれ別々の場所にいた。しかし同じ瞬間に、同じ左肩に、同じ温かさを感じた。押し付けるような、優しい力だったと、全員が語っている。泣いていた人も、手を止めた。作業をしていた人も、動けなくなった。誰も声を出さなかった。でも全員が、同じことを感じていた。後で話し合って、初めて分かった事実だった。それは偶然ではなかった。と家族は信じている。先に言ったものが、残されたものへ、最後の言葉の代わりに送った、ぬくもりだったのではないか。と、トンネルの先で、光に包まれながら、父は振り返ったのかもしれない。愛する家族の肩に、もう一度だけ、手を置くために、それが再会と呼べるかどうかは、誰にもわからない。しかし確かに、何かが届いた。それだけは、紛れもない事実として、残っている。次に問われるのは、境界という問いだ。生と死の間に、本当に線は引けるのか。生と死の間には、境界がある。誰もがそう信じている。しかしその線は、本当に存在するのだろうか。大阪のあの家族が体験したことは、その問いに、静かに揺さぶりをかける。父が息を引き取ったのは、2025年12月のことだった。18時間後、家族4人が同時に感じた。左肩を包む、温かな手の感触を。それは幻覚ではなかった。4人が、同じ瞬間に、同じ強さで、同じ場所に感じたぬくもりだった。医療機器はその体温を捉えられなかった。監視カメラには、何も映っていなかった。それでも、感覚だけは確かにそこにあった。境界とは、何なのか。生きているものと、言ったものを隔てる壁は、本当に越えられないものなのか。あの部屋はその後も変わらない。冷暖房がなくとも、その部屋だけが、いつも暖かい。春も、夏も、冬も、季節が変わっても、温度は変わらない。科学者たちはこれを説明しようとした。気流の偏り、断熱材の影響、心理的な知覚の歪み。しかしどの仮説も、4人同時という事実を説明できなかった。境界を越えることができないとすれば、なぜそのぬくもりは届いたのか。越えることができるとすれば、なぜそれは一度だけだったのか。問いは増えていく。答えは、減っていく。人は死の瞬間に、何を見るのだろう。光の中へ進みながら、それでも振り返る理由があるとすれば、それは愛だと、あの家族は信じている。言葉では届けられなかった最後の気持ちを、ぬくもりに変えておいていったのだと、境界の向こうで、父は決断したのかもしれない。戻ることはできない。しかしもう一度だけ、触れることはできる。と、その決断の重さを、私たちは想像することしかできない。次に明かされるのは、行く者が最後に見る光景だ。走馬灯と呼ばれるその瞬間に、何が映るのか。走馬灯という言葉がある。死の淵で、人生の記憶が一瞬にして蘇るという、あの現象だ。科学はその仕組みを解き明かそうとしてきた。脳内の酸素が失われるとき、記憶を司る神経が一斉に活性化する。そう説明されている。しかし、その光景の中身までは、誰も教えてくれない。大阪のあの父は、最後の瞬間に何を見ていたのだろう。子供たちが初めて歩いた日の、
あの小さな足音だろうか。食卓を囲んだ何気ない夕食の風景だろうか。妻の横顔、この笑い声、庭に咲いた名も知らぬ花の色。人は死ぬ時、特別な瞬間だけを見るわけではないのかもしれない。むしろ、ごく普通の日々こそが、走馬灯の中で最も輝いて見えるのではないか。見逃していた朝の光、聞き流していた、おかえり、の声、当たり前すぎて、大切だと気づかなかったもの、それらが一度に押し寄せてくる。その重さに、言葉は追いつかない。だから父は、言葉を使わなかったのかもしれない。ぬくもりだけを、残していった。生きている時に伝えられなかった分まで、全部、左肩に乗せた。あの手のひらに込めて、家族4人が同時に感じたあの感覚は、記憶の総量だったのかもしれない。一生分の愛が、最後に形を変えて触れてきた。その重さは、測定器には映らない。カメラにも記録されない。しかし、人の体は知っている。魂が通ったその痕跡を、皮膚が、心が、静かに覚えている。あの部屋が今も暖かいのは、その記憶が宿り続けているからだと、家族は言う。父が見た最後の光景が、そのまま空気になって漂っているのだと。そして今、次の問いが浮かぶ。言ったはずのものが、なぜ戻ってこられたのか。言ったはずのものが、戻ってきた。その言葉を、医療の言葉で説明するのは難しい。しかし、確かに起きた。2025年12月、大阪の病院。父が息を引き取ってから、丸1日が経過しようとしていた頃だ。IMG、病院の廊下、青白い蛍光灯の光、葬儀の準備を進めていた家族のもとに、担当医から連絡が入った。声が、震えていた。すぐに来てください。それだけだった。病室に駆け込んだ家族が見たのは、モニターに映し出された、かすかな波形だった。心電図が、動いていた。わずかに。しかし確かに、IMG、心電図モニター、微細な波形。医療スタッフは沈黙していた。誰も、何も言えなかった。臨床的に死亡と確認された後に、生体反応が戻ることは、理論上、起こらない。しかし、目の前で起きていた。担当医は後に、こう語っている。私はこの仕事を20年以上続けている。あのような経験は、一度もなかった。IMG、白衣の医師、うつむいた表情。家族は泣いた。叫んだ者もいた。ただ、床に崩れ落ちた者もいた。あの温かい感触を、4人全員が同じ瞬間に感じたのは、この知らせが届くわずか1時間前のことだった。偶然と呼ぶには、あまりにも正確だった。あまりにも、静かすぎた。IMG、病室の窓、朝の光が差し込む。体は、何かを知っていたのかもしれない。言葉よりも早く、理屈よりも深く、魂が先に動いて、肉体が後から追いかけてきたのだと、家族はそう感じたという。そしてこの出来事は、一つの問いを残した。人は、なぜ変わるのか。極限の場所に立った時、人の中で何かが、静かに、しかし決定的に変わっていく。その、変化、とは何なのか。次に、語る。変化は、静かに始まった。誰も、気づかないうちに、父が言ってから、家族の中で何かが、少しずつ動き始めたのだという。最初に変わったのは、長男だった。それまで仕事のことしか考えられなかった彼が、ある朝、子供の顔をじっと見つめたまま、動けなくなった。理由はわからなかった。ただ、泣けた。こんなにも、大切だったのか。と、IMG、朝の光の中、子供を抱きしめる父親の後ろ姿。次女は、言葉が変わった。以前は、家族と話すとき、いつも何かを急いでいた。それが、あの夜を境に、一つ一つの言葉を確かめるように話すようになった。もう、後回しにしたくない。と、彼女はそう言った。母は、眠り方が変わった。長年、浅い眠りが続いていたのに、あの夜から、深く、静かに眠れるようになったという。怖くなくなった。と、あの人が、そばにいる気がする。と、IMG、静かな寝室。窓から差し込む月明かり。そして、家そのものが変わった。あの部屋は、今も暖かい。冷暖房を使わなくても、季節が変わっても、家族は誰も、その部屋を怖いとは思わない。むしろ、引き寄せられる。疲れた時、悲しい時、あの部屋の前に来ると、
不思議と楽になるのだという。臨死体験の研究者たちは言う。死に近づいた者は、生への感度が上がる。と、恐怖が消え、優先順位が変わり、人とのつながりを、より深く感じるようになる。それは、魂が一度、限界の場所まで行って、戻ってきた証なのかもしれない。あの温かい手は、消えたのではない。形を変えて、家族の中に宿ったのだ。では、この体験を、科学はどう説明するのか。そして、科学では説明できないものが、もし本当に存在するとしたら、次に、その問いに向き合う。科学は、この体験をどう説明するのか。まず、神経科学の観点から見てみよう。強いストレス下に置かれた人間の脳は、幻覚に似た感覚を生み出すことがある。愛する人を失った直後、悲しみと疲弊が重なると、触覚の錯覚が起きやすいという研究もある。だが、ここで立ち止まらなければならない。あの夜、感覚を覚えたのは一人ではなかった。4人が、同じ時間に、同じ方に、同じぬくもりを感じた。同時多発的な幻覚を、脳科学は説明できるのか。医療機器は何も検知しなかった。防犯カメラにも、何も映っていなかった。しかし、4人の記憶は、驚くほど一致していた。統計的に見ても、これは偶然で片付けられる確率ではない。量子物理学の分野では、近年、意識と物質の境界を問い直す研究が進んでいる。人間の意識が、物理的な空間に何らかの影響を与える可能性を、真剣に探る科学者たちがいる。そして、霊性の観点からはどうか、多くの文化において、人は死後しばらくの間、愛する者のそばに泊まると言い伝えられてきた。その時間は、24時間とも、49日とも語られる。父は、行く前に何かを伝えたかったのかもしれない。言葉では間に合わなかった思いを、温かい手という形で残したのかもしれない。科学と霊性は、対立するものではないのかもしれない。どちらも、目に見えない何かを、懸命に言葉にしようとしているだけなのだから、大切なのは、答えではなく、問いそのものだ。あのぬくもりが何であれ、家族4人の心に刻まれた事実は消えない。そしてその父は、ある言葉を残していた。次に、その言葉と向き合う。父が残した言葉、それは、生前に家族へ何度も語りかけていた言葉だった。いなくなっても、そばにいる。単なる慰めの言葉だと、誰もが思っていた。しかしあの夜、左肩に感じたぬくもりは、その言葉の続きだったのかもしれない。言葉は消える。声も、やがて記憶から薄れていく。でも、体が感じた感覚は、理屈を超えて残り続ける。あなたにも、大切な人を失った経験があるだろうか。その人のぬくもりを、ふとした瞬間に感じたことはないだろうか。それは幻ではないのかもしれない。愛とは、死という境界線を越えられるほど、強いものなのかもしれない。この世界には、まだ私たちが知らない何かがある。そしてその何かは、恐ろしいものではなく、温かいものだ。父が残した手のぬくもりは、今もあの部屋に宿っている。あなたが信じるかどうかは、関係ない。ただ、問い続けてほしい。愛は、どこまで届くのか。